れすごい。これはやばすげえ。今回は初の海外編シリーズとして3泊4日でシンガポールに行ってきました。やりたいことが多すぎたので、あらかじめいくつかのチェックリストを作っておきます。シンガポールで一番有名なホテルに泊まる、一番有名なプールに入る、マーライオンで記念撮影、セントーサ島を満喫、ガーデンズバイザベイ、ナイトサファリ、シンガポールスリング、ホーカーズ、カヤトースト、ジュエル。基本的には王道な観光コースを巡るだけですが、その時の気分でもプランを考えたりしようと思っています。結構盛りだくさんです。飛行機は羽田空港からチャンギ国際空港まで約7時間の空の旅です。時差はマイナス1時間ですが、日本の冬とは真逆の気候なのでご注意を。ちなみにチャンギ国際空港は世界の空港ランキングで7年連続1位に輝いています。なぜそこまで評価が高いのか気になりますよね。そういった軽い知識も仕入れつつ、そろそろ出発の時間です。めっちゃ寒い。今何度だ。東京の気温は4度です。ちょうどこの日だけとても寒くて、天気予報で今シーズン一番の冷え込みだと言ってたような気がします。シンガポールは30度ぐらいなので、気温差20度ぐらいあるので、自分の体が与えられるかどうかちょっと不安ではありますけども23キロまでとなっておりまして、何か一つだけ抜くことができますかね。で、ちょっと重いなとは思ってたんですけど、オーバーしてるとカウンターの前でスーツケースを開くという悲惨なことになってしまうので、皆さん気をつけましょう。チェックアップしました。めっちゃ人少ないね。すごいガラガラ。あとは深夜便だったので、シャワーを浴びたりご飯を食べたりして過ごしていました。どう並んでるんだろう。今回買った SIM カードです。100GB 大容量だね。準備完了。服着替えました。先ほどお伝えした通り、チャンギ国際空港はスカイトラックスの世界の空港ランキングで7年連続1位を獲得しています。すごくユニークで力の入れようが段違いなんですが、この辺の話はまた別のエピソードで。今からホテルに向かいます。シンガポールの道路は広くて綺麗で、とても走りやすそうでいいですよね。で、今回街を歩いてて歩道もかなり綺麗だと感じました。これはシンガポールがファインシティ、罰金都市と呼ばれていて、汚すような行為をすると罰金が課せられるから、みんな綺麗に使っているということらしいです。こういうルールによって街の綺麗さが保たれているということです。ここで見えてきました。チェックリストにもあったシンガポールで一番有名なホテル、マリーナベイサンズです。他にもたくさん有名なホテルはあるんですけど、今回は僕たちの中で一番有名なホテルということにさせてください。すごい涼しい。めっちゃいい香りする。今日はこのホテルに泊まります。チェックインの前に少しマリーナベイの豆知識を紹介します。シンガポールといえばこのマリーナベイを思い浮かべる人が多いと思います。実はこのマリーナベイは海水ではなくて淡水の貯水池なんです。これはシンガポールがもともと水を自給できなくて、今もマレーシアから水を買っているんですね。雨水を保持できるような土地がとても少ないので、もともと海水だったマリーナ湾をせき止めて淡水化したという壮大なプロジェクトだったんです。シンガポールの水事情にとってとても重要な場所なんですね。ここでチェックインします。朝9時なんですが、アーリーチェックインができました。今回はプレミアルームのスカイビューという部屋を予約しました。スカイビューは高層階の部屋になります。どうしてもシティビューの部屋に泊まってみたかったので、どんなものなのか部屋に入る前はとても緊張しました。眺めが本当に最高でした。
この時点でもうここに来てよかったなと思いましたね。で窓ガラスがめちゃくちゃでかくて、この景色を独り占めした気分になります。そしてマリーナベイサンズの本体といっても過言ではない場所がここです。ついに来ました、インフィニティプール。屋上のプールも文句なしですね。これはやっぱりマリーナベイサンズじゃないと体験できない景色だと思います。屋上にはプール以外にもレストランとバーとあと展望台もあります。これはやば。すっげえ。ここで簡単にマリーナベイサンズの予約方法をご説明します。 Google で検索するとすぐ日本語のページが出てきます。あとは宿泊日を指定して部屋の選択、予約情報などを記入して送信するだけです。何も難しくありませんよね。僕たちは2泊したので最後のワンクリックで大金が飛んでいきました。今から観光に行こうと思います。すごい形。ここでチケットを交換します。セントーサ島への移動手段の一つ、セントーサエクスプレス。チケットは$4で少し高めなんですが、セントーサ島に入るとこのモノレール乗り放題なんです。そしてここがユニバーサル・スタジオ・シンガポール。日本とはまた違ったアトラクションやエリアがあってとても楽しめました。特に面白かったライドがリベンジ・オブ・ザ・マミーとトランスフォーマーです。でエクスプレスパスを事前に購入したんですけれども、この日はとても人が少なくて全然必要なかったです。パーク内でお水買いました。多分ペットボトルとかプラスチックを排除してるから紙でしか売ってない。牛乳みたいだね。暇すぎて店員さんスマホいじってしまう。レストラン誰もいません。ちっちゃいお客さんが入ってきました。お昼ご飯を食べた後はパークを後にしてセントーサ島を散策します。シンガポールのお金が透けてる。ライオンまだ残ってた。このマーライオン、シンガポールで一番大きくて上まで登ることができたんですけれども、取り壊しが決定して閉館してしまいました。次はセントーサ島のケーブルカーに乗ります。このケーブルカーなんですけど、今回購入した SIM カードの特典として無料で乗ることができたんです。普通に乗ったら1人$15ぐらいかかるのでかなりお得ですよね。ただ注意が必要なのは、セントーサ島内を東西に走っているセントーサラインだけしか無料になりません。ただケーブルカーはとても眺めが良くて風も入ってきて気持ちよかったです。シンガポールの街並みとセントーサ島のビーチや海の向こう側まで見渡せて本当に最高でした。ビーチは全く人がいませんでした。なぜでしょう。Thank you。ちなみにセントーサ島は島全体がリゾートになっているシンガポールの南の島です。今回行ったユニバーサル・スタジオの横にはなんとカジノもあるんです。他にもビーチ、プール、水族館、アトラクション、リゾートホテルなどがあって、とても1日では回りきれません。そんなリゾートアイランド、なんと市内から15分で行けちゃいました。シンガポールの観光産業にとって欠かせない存在なんですね。今向かっているのは夜にだけ開園するシンガポールのナイトサファリです。ここは中心地から離れていて電車1本では行けません。今回は車で約1時間ほどかかりました。開園時間は夜の6時から12時まで。何してるのこの人たち。
この時間に開園することで活発になっている夜行性の動物を間近で見ることができるので非常に人気です。ただコンディションによってはあまり動物を見ることができないこともあるそうなので、そればかりは運次第です。今回乗るトラムツアーの他に夜の熱帯雨林を徒歩で歩き回るトレイルも4種類あり、非常に興味深いですよね。そうしている間にトラムの順番が回ってきました。いよいよ出発です。 Thank you and enjoy the ride. Gripping smooth, slippery rocks. Compare its thick. Next on the right, we'll pass the king of More land. 今回は結構幸運な方だと思いました。動物園では寝ているだけの動物たちもここでは元気に動き回っています。本当に暗闇の中を進んでいくのでスリルも満点です。みんなすごい集中力でした。 Saw a lion when he first landed on the island. Only come out at night. The male Niala has White lions aren't pure white, but 面白かったわ。ここは本当におすすめです。次回はぜひ徒歩でも回ってみたいです。フードコートも充実してていろいろ食べることができます。ツアーの前後にここで食事をするのが鉄板らしいです。今回はラクサとチキンライスを注文しました。ただ観光地価格でちょっとだけ高めでした。タイガービル、これがラクサっていうやつ、シンガポールの料理なのっていうヌードル、チキンライスセット、どっちも美味しそう。それでも味はしっかりしていてとても美味しかったです。野外で食事ができるというのも雰囲気があっていいですね。ラクサめっちゃ美味しかったで、チキンライスも美味しかった。この時点でもう夜の10時、結構遅くまで遊んでしまいました。お土産買うで、めっちゃ光ってる。街の中心地から離れた場所なのでグラブタクシーが見つかるかどうか心配です。グラブが捕まりました。部屋に戻ったらすぐ寝るつもりだったんですが、驚くべき光景が広がっていました。うわー、すごいこれ。今まで泊まったホテルの中ではダントツで一番の夜景でした。鮮やかな色とりどりの光が本当に繊細で綺麗です。日が沈む位置も完璧ですよね。徐々に変化する空の色と建造物の光、見事です。この景色は一生忘れられません。ここで簡単にマリーナベイサンズのお部屋紹介をします。まっすぐ奥にベッドルーム、ソファーや机、そして景色が広がっています。バスルームには大きなバスタブとシャワールーム、トイレ、洗面台が2つも用意されています。ただ冷蔵庫にはご注意を。センサーがあり、ちょっとでも動かすと課金されちゃいます。今日はシンガポール MRT の1日乗車券を使っていろんなところに行こうと思います。この入ったら作ってあった鶴かな、これ可愛いなと思ってたんだけど、後ろから見たらお尻がある。